こんにちは。コンテンポラリーアーティストの山口雅人です。よろしくお願いいたします。今日はですね、コンテンポラリーアートでなぜ絵画、ここでいう絵画っていうのはいわゆるキャンバスに絵の具を使って描くっていうことなんですが、いわゆる絵画というのが主流になっているのかということについて、僕なりの考えをちょっとお話ししたいなと思っております。というのはですね、ちょっとYouTube でコメントをいただきまして、コンテンポラリーアートに興味があるんですが、絵画教室に行き始めたと。模写ばっかりしていてあまり面白くありません。続けるか迷っています。3DCG をやるのでコンピューターデザインには興味がありますが、絵画というのはよくわからなくなってきた感じですということでして、結構これ僕も今となってはもう普通になってしまったんですが、そういえば昔絵を描くことと、わざわざキャンバスに絵の具で絵を描くっていうのは正直実際に描くと相当面倒くさいですし、それ何の意味があるのっていうことは結構感じてたわけですね。で、結果的に今は自分なりの理論としてフィジカルな物理的なものとして、作品を仕上げる必要があるということに、もう気づいてですね、そこにフォーカスして当たり前のようにやっているんですが、そういえばその絵を描き始めた時っていうのは、何これプリントアウトでよくないとかっていうのはやっぱりちょっとあったわけですね。で今日はちょっとそのわざわざなんでコンテンポラリーアートの領域で面倒くさいことをしてキャンバスの上に絵を描く必要があるのかということについてお話ししていければなと思っております。絵画として成立させるためにキャンバスの上に絵の具で描く必要が正直必ずしもそれが正解ではないっていうことは言えると思いますね。結構即興的なんですが、ちょっと考えをメモりながらやっていきたいと思います。アートって言った時にキャンバスなど手書きのものとデジタル上のもの、両方ともアートだと思ってまして、例えばですね、こういうサービスがありましてですね、デジタル上の、こんなような作品をですねオンラインで買うことができると。でここに書いてあるようにデジタルエディションオブ200なんで、これは、30ドルの作品を、200個、販売してますってことなんですね。エディション100を39ドルで売ってますと。人が歩いてるみたいな、こんなアニメーションのようなものをS エディションみたいなものもあるわけですよ。なので、必ずしもその手書きであるからアート、コンテンポラリーアートであるっていうことは言えないわけですね。ただし結果的にこの S エディション上でどれだけその作品が流通しているかっていうと、ちょっと中身は知らないんですけれども、正直見た感じそんなに売れてんのかなっていう疑問はあってですね、例えばこの作品なんかは立ち上がった時ぐらいからずっとありますし、価格も154ドルと多分当初からそんなに変わってないんじゃないかなと思うわけですね。なのでデジタル上のコンテンポラリーアートが、コンテンポラリーアートとして、評価されないっていうよりかは、こっちの場合は、流通しづらいっていうところが問題なのかなって僕は思ってます。流通性っていうのはその値段がついて買う人がいるかいないかっていう意味で流通しづらいという、そういうことなわけですね。でなんで流通しづらいのかっていう話になるわけなんですが、アートの価値って何ってことなんですけど、作品性、作家性みたいなものがまず一つ挙げられると思うんですね。希少性、資産性か。資産性、希少性や資産性っていうのがあるんじゃないかなと僕は思うわけですね。ダミアン・ハーストさん、本当に世界的に有名ですよね。じゃあダミアン・ハーストさんの最近のポストとか見ると、こんな感じで
晩年になってこう手書きの絵をたくさん描いてるみたいなことになってるんですけど、こういうふうに描いてるわけですよね。資産性の中に耐久性があると思うんですね。僕が思ってたより少ないんですけれども、キャンバスで描く油絵として最も古いのは1410年頃フランスで描かれ、なるほど、この耐久性っていうところに注目したいんですけど、キャンバスは1410年頃にこのフランスで描かれ、現在ベルリンの絵画館に所蔵されてマドンナと天使たちっていう、キャンバスって600年ぐらいの寿命が保証されてるわけなんですよ。で実際に今僕アクリル板とか使って絵を描いているんですが、アクリル板とかウレタンとかってすごい頑丈ですよね。ウレタンなんても車の塗装とかに使うのですごい頑丈なイメージがあると思うんですが、じゃあそのキャンバスに油絵で描くっていうのは一見寿命がそんな長くない印象があるんですが、実はキャンバスってその熱にもすごく強くてですね、あったかければ伸びたり縮んだりとか温度によってその変化をさせながら、もちろん素材自体の強さもあるんですが、もうこれ600年も続いているので、もう修復するその技術とかもセットになっているわけですよね。だからもしその絵の具が欠けちゃったり変色しちゃったりしても、もちろん相当な貴重な作品であればなんですが、それをきちんと修復するっていうそこの何ですかね、その保証のシステムまでもセットになっていて、過去600年間その絵としての物質的な価値をキープできたということはですね、向こう600年は大丈夫だろうっていう読みができるわけですよ。そのアートっていうのは、アートっていうのはって言い切るのはちょっとあれですけれども、作品が向こう100年とか200年後も価値を持ち続けるようなものに価値がつきやすいわけですね。でそう思うと、そのキャンバスの上に油絵で描くっていうのは確固たる強さがあるわけですよ。そういう意味でそのキャンバスに手書きで絵を描くっていうのはすごく意味のあることだと言えると思います。とはいえキャンバスにアクリル絵の具で描くっていうことに、結構こだわってやってきたんですが、ちょうど今そのアクリル板にウレタンで描くというスタイルを今新たに確立しようとしてまして、アートバゼルとか先端のアートを見るとですね、やっぱりもうそのキャンバスを使わない作品っていうのは結構ありまして、一概にキャンバスじゃないとダメだっていうのもそういうルールでもないかなっていう印象は実際あるかなと思っておりますと。でもう一個ですね、この希少性ってとこですよね。このデジタルアートの時にその希少性っていうのを表現するのが凄まじく難しいですよね。というのはデータなので、データをコピペすれば複製が簡単にできるっていう、そこに希少性を出すっていうのは理論上非常に難しいと。先ほどのこちらの S エディション、こういうトレードっていう機能もありましてですね、おそらく今僕が懸念しているような希少性っていうところをどれだけ表現できるかっていうことをテーマにしてまして、アートの性質上買ったものをやっぱ売るっていうところが成立しないとなかなか価値は長期的に維持できないわけですよ。そんなお金のことなんて関係なくアートはアートなんだっていう思いは、もちろんそこが一番大事なので、それだけでいいじゃないかっていう意見はあるかと思うんですが、でも実際にですね、僕もアーティストとしてやる上でやっぱ自分の作品を向こう100年とか200年とかできれば500年とか1000年とか自分の作品が残るようなものを作りたいっていう志でやってはいるんですが、それを実現するためにはやっぱり誰かが買ってその買った人が売ってっていうそういう現象の中に自分の作品を置いていかないと
実際問題作品を残すって難しいかなって僕はそこは同意してるわけですね。でそこら辺の懸念をクリアするためにこの S エディションでは、このトレードっていう機能もついてまして、一応買った作品が値段が変化していくっていうこともセットでやってるわけですね。とはいえですね、多分これ値段そんなに上がってないんですよ。やっぱりそのデジタル上にあるものをですね、エディションをつけて、世の中に30個とか100個しか存在しませんよって言ったところで、技術的に可能なところに所詮制限をかけているだけなので、普通のフィジカルな物質的なものであれば、それをコピーするのは基本的に不可能なので、それに対してデジタル上のものに希少性を出していくっていうのはすごく難しいことなんじゃないかなというふうに感じております。そういう例えばイラストのピクシブであったり、YouTube であったり、いろんな SNS 上でなんだこの絵すげえぞかっこいいぞっていう感動があったとして、でそれに対してじゃあギャラリーに行って見た絵が全然そのデジタル上で見た感動の方が明らかに大きくてですね、こっちの方がアートだっていう、それはすごく理解しているんですが、じゃあその凄さっていうのをその瞬間だけじゃなくて、何十年何百年と、そういう年月の中でもその凄さっていうのを、維持していくためにはですね、一つその有効な方法としてキャンバスに絵の具で描くっていうのは、今お話ししましたその希少性とあと耐久性っていう意味ではすごく有効なわけですね。で結果的にそこら辺の希少性、耐久性っていうところを当然そのアート業界はもちろん理解しておりまして、その上で、結果的にギャラリー等々で流通している作品っていうのはキャンバスの上に絵の具で描いたものが、一定数すごく強いっていうのは事実だと思います。もちろん、映像作品であったりとかもすごく流通しているのは事実なので、一概には言えないんですよ。僕の意見としてはやっぱり僕も作品買ったりするんですけれども、手書きである必要はないんですけれども、やっぱり物理的にそこにしか存在しないっていう状況になっている作品の方がやっぱ欲しいなって思っちゃうのは、感情としてはあるかもしれないですね。はい、ちょっとじゃあまとめますね。ちょっとまとめるとですね、キャンバスに絵の具で絵を描く理由としては大きくこの耐久性と希少性っていうのが、その2つを実現することができてですね、これが結果的にそのアートとしてその作品の寿命を長くする上では非常に重要な性質となってまして、でそれをキャンバスに絵の具で描くことで実現しやすいんじゃないかっていうことなんですね。その結果としてそのキャンバスは現代アートでも今なおメジャーなものとして君臨しているということなんじゃないかなというふうに、感じております。はい、というのが僕の意見ですね。はい、なのでぜひこの、人工知能 AI 研究所さんには、そのコンテンポラリーアートでその作品をその作っていくということであれば、もちろんデジタル上でやれない方法は全然あると思うんですよ。多分そういう人も今後出てくると思いますし、今もすでにいるかもしれないですし、ただそのキャンバスを買ってきて、今までその 3DCG などで描いてたものをその手書きで表現したりとか、何か僕は手書きの作品は作ってないんですが、機械を使ってますんで、何かしら耐久性希少性を表現できるような手段を模索して、何か作品を作るっていうのはいいんじゃないかなと思います。で今、絵画教室に行き始めたばかりで模写とかしてますがあまり面白くありませんってありますが、模写は正直別にどっちでもいいと思います。ちょっと日本のアート界はちょっと変なんで、その模写とかをすごく
デッサン力みたいなのを非常に重視するような社会があるのはそれはもう事実だと思うんですけど、西洋美術においてはそんなにこの模写がうまいかどうかっていうのは多分ほぼ重要じゃないと思うので、例えばその 3DCG で描いたものをシルクスクリーンで描くでもいいですし、それもねそれすごく面倒くさいんですけど、綺麗に手書きでそれをキャンバスに描くっていうことでもいいですが、とにかく模写っていうかデッサン力を上げるっていうのも一つの手段ですし、逆に上げなかったとしてもなんか僕が思うにそういう先ほどの希少性耐久性っていうのを表現できるような手段がうまく見つかればコンテンポラリーアートとして見せていくそういうものとして理解してもらえるような、ちょっとプレゼンテーションにつながっていくかもしれないので、頑張っていただければと思います。という感じでですね、ちょっと今回、ちょっとこの質問をいただけたのは本当にありがたいと思ってまして、実際、こういったことって、僕も相当何ていうんですかね、過去に自分なりにすごく悩んでいたことなんですね。こんなんいられで書けばええやないかって思ってるのにわざわざ手書きでやるって本当に意味なくねっていう、そういう気持ちは結構あったので、ただ僕はもうそういうことはもう自分なりに解決済みになってしまっていて、今そのどういうことに興味があるのかっていうのもちょっと分かんなくなっちゃってる部分もあると思いますので、こういうコメントとかいただけると非常にありがたいなと思っておりますので、是非そうですね、僕は偉そうに言える立場じゃないんですけれども、この僕に何か聞きたいことがあればお気軽に聞いていただければありがたいなと思っております。ってな感じで最後までちょっとお聞きいただきましてありがとうございました。コンテンポラリーアーティストの山口正人でした。失礼いたします。フラットでもしわしわゲーム。デジタルとアナログのそのすごい曖昧なところになんか本当のリアリティっていうのがそこに発見できないかなっていうことをテーマに作品を作っております。